やぽぽおゆちゃんです。2024年も1年間ありがとうございました。今年は日本一周ゴールをしてご自分の中で一区切りな1年でした。来年も皆さんに楽しいキャンプの動画をお届けできるよう頑張りますのでよろしくお願いします。今日は関西編の総集編動画となります。年末年始のんびりするおともにおゆちゃんのキャンプ総集編よかったら一緒に見てもらえたら嬉しいです。ということでスタート。滋賀県一発目のキャンプ場イソベースさんにやってきました。琵琶湖を一望できるロケーション抜群なキャンプ場。カフェバーが併設された受付はおしゃれすぎでしょう。今日も穴あき戦闘服のおゆちゃんには敷居をまたぐだけでもハードル高くてカフェバーで一杯は自粛しました。いつか穴の開いてない服でリベンジしたいと思います。キャンプ場の設備は綺麗な炊事場に綺麗なトイレ、そして24時間使える綺麗なシャワールーム。シャワールームめっちゃ綺麗です。4つ。洗面も綺麗で、ドライヤーもあります。嬉しい。あいにくの強風曇り空の琵琶湖。琵琶湖のこの辺りにあるこちらのキャンプ場。キャンプ場利用者だけのプライベートビーチなので人が少なくて贅沢。この辺の途中から砂浜が砂利が荒くなるので車乗り入れるとスタックしてしまいそうになります。芝生エリアに入りたいと思います。撮影完了。今日は夜はこもりキャンプにしたいと思います。昼だけ風強すぎたので今日は魔法で設営しました。相変わらずごちゃごちゃな統一感のないサイトを完成。琵琶湖キャンプ貸し切りです。琵琶湖を眺めながらの焚き火。やっと風が落ち着いて焚き火が始められました。風が落ち着いてもとにかく寒い。薪大量に燃やして時短焚き火を楽しむ。今日は早めにテントに引きこもろうと。撮影完了。料理は乾杯。寒くっても一杯目はキンキンビールでおゆちゃんの喉をビオネチャネイロ。真冬でもアイスコーヒー飲みたい派の冷たい飲み物好きなおゆちゃんでもさすがに寒すぎてビールが喉を通らない。日本酒にしとけばよかった。夕日が曇ってて見えません。でも綺麗。極寒の中おでん食べます。卵おこ卵はおでんスープで緩めてひたひたにして食べるのが好きです。では冷酒で乾杯。うまい。おゆちゃんのテント内の過ごし方ルーティーン。だいたい空き缶が転がってます。酒も何個か空いてます。夜食セット、配信セット、ランタン、ストーブ、生活感丸だし2年ぐらい住めそう。本日の夜食タイム。レッツゴー。このリスナーさんからいただいた外のシングルバーナーのセットを使っていきます。まずお湯を沸かしてプルダックとベーコン、冷凍のカットほうれん草とコーンを使ってアレンジしていきます。楽しみ。ギリギリ入らないけどなんとかいってらっしゃい。おゆちゃんのキャンプルーティーンはひたすら飲んでお腹が空いたら食べて眠たくなったら眠るの繰り返し。
ダメ人間代表みたいな生活もなぜかキャンプだと生きてるだけで偉いねって自分を褒めたくなる。家で食べたらデブの元の背徳飯もキャンプで食べると実質ゼロカロリーになるらしいよ。プルダックって大食い YouTuber さんが食べてるの見るのは大好きなんだけど、ちゃんと食べるのは初めて。初めましてからアレンジしすぎてもはや原型なくなりました。美味しければ結果オーライ。野菜もタンパク質も取れる完全食に変身。くいちゃんオリジナルプルダック完成。プルダックいただきます。うまい。辛い。辛いからレモンサワーが合う。うまっ。辛うま。ベーコンとほうれん草もいい感じ。おはようございます。昨日の風でテントがほぼ崩壊してます。やばい。っていうか雪だ。雪景色で崩壊。テント張り直そう。一面雪景色です。寒いよそりゃ。おはようございます。強風で大荒れだった琵琶湖が嘘みたいに穏やかになってます。コーヒー。早朝積もってた雪も二度寝して起きた頃には太陽が出てきてすっかり溶けてなくなってました。今日の朝ごはんは昨日の残り物。いただきます。薄くなっちゃった。2日目のプルダックも激薄コーヒーもごちそうに変えてくれる景色。朝はテントから出たくなさすぎたけど、きっとお空の上で北風と太陽がどちらが先にお湯ちゃんをテントから出すか勝負してたんだろうな。見事勝負に勝った太陽さんのおかげでテントも無事乾いた。寒い冬キャンプもいいけど、ポカポカ陽気の冬キャンプが過ごしやすさ最強かも。東西南北場所によっても春夏秋冬四季によっても違う楽しみ方ができる。キャンプが大好きだし、日本が大好き。お片付け完了。一度愛知にタグトちゃんを迎えに行って再出発です。今日は琵琶湖沿いのキャンプ敵地に向かいます。前日の雪が残ってて湖も若干凍ってる。なんとか真っ暗になる前に琵琶湖に到着しました。夕日はね、もう沈んじゃったかもしれないです。おー、めっちゃ素敵。ちょっと日は見えないけどギリギリサンセットの光に間に合いました。ここはね、無料でテントが張れるスポットなんですが、ちょっとこんな時間になってしまったので今日は車中泊にしようと思います。今日は車で仮眠をとって明日ここでコーヒー飲みたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。本日のキャンプサイト完成。今日はワンポールの薪ストーブなしでいきます。最近のお気に入りはこのテーブルです。
めちゃめちゃシンプル。琵琶湖の湖畔でコーヒータイム。今日は穏やかな琵琶湖です。コーヒーが入りました。いただきます。幸せ。お風呂入って買い出しして戻ってきたらあっという間に真っ暗。夜行性のお湯ちゃんは起きるの遅めなので、冬キャンプは特に夜が来るのが早い。太陽さんの代わりに焚き火の明かりを灯しましょう。着火。火つけ火つけ。ずっと体調悪かったので久しぶりのビールです。最近ずっとお湯割りでした。ということで真っ暗だけど琵琶湖に乾杯。寒い日だって1杯目は体が金麦を欲しているお湯ちゃんの喉をリオネジャネイロ。はい。本日のメニューは豚バラミルフィーユ鍋です。ここはね、洗い物ができないところなので、アルミ鍋買ってきました。要するに白菜が交互になればいいんでしょう。むずいこれ。崩壊しちゃう。完成。なんかできないと思ったらいい感じにできました。カツオのたたきを再炙り。スーパーで半額だったカツオのたたきを衝動買いしてしまったので炙り直してみる。炙られてるカツオをさらに炙ったらほぼ焼き魚にならないか心配だったけど、なんとかお刺身部分残ってました。ちょっとミルフィーユ鍋食べるお腹ないかもしんないこれ。お湯ちゃん欲張りすぎてる気がする。さあ切れました。鬼ネギたくさん。しそも入れます。柚子ポン酢ぶっかけ。ちょっと多分足りないので味ポンもかけます。 OK。 ぶっかけカツオのたたき完成です。じゃあここにニンニクと生姜も乗っけていきます。生姜絶対美味しい。日本酒飲みたくなる。いただきます。日本酒行きたいとこなんですが、これを先に飲んでから日本酒に行きたいと思います。乾杯。美味しい。ミルフィーユ鍋ができたよー。わあ、最高。美味しそう。これをポン酢で食べます。ミルフィーユ鍋いただきます。美味しい。次の日、本日も琵琶湖沿いでテント泊です。いっぱい買い出ししてきました。雨キャンプ。今日は雨なのでおこもりスタイル。イエイ。琵琶湖の美ワインを飲みます。今日はパニーニを作ろうと思ってるんですが、お腹空きすぎてバケットを半分そのままかじってしまいました。足りなくなる。パニーニのパンを切ります。まずはこんだけ。こんだけはまたおやつにします。これはこうやって
切ると挟める油かたぶら。ここにニンニクを入れていきます。ニンニクは4かけにしました。ニンニクジュージュ、これをパンに塗りたくります。ニンニクがホロホロになってきたよ。やば、いい香り。近江牛ロース、近江豚ロースバジルソースを焼いていく。いけ。焼くっていうか揚げてるね、これ。さあ、このニンニクを潰してぬりぬり。で、ここでバーナーの登場。パンを炙る。パンも焼けちゃうバーナーくん大活躍。家庭で使う人も少なくないはず。お湯もバーナーのようにマルチな役割を持った人間になりたいものですな。とか考えてるとシングルタスクすぎて隣の油かたぶらが高温になってることに気づかず。熱い、熱い。やば、こんな顔に。熱かった。大丈夫かな。顔が傷物になる。ハプニングありつつも顔より卵が気になる。料理続行です。ちなみにやけどはしてなかったのでご安心ください。フライドエッグ作りたいんだけど、チェダー、今日はチェダーチーズを入れるです。チェダーチーズで2枚入れたくなるよね。チーズバーナーで炙ってるところ動画撮り忘れた。チーズ、サンチュからのフライドポーク、そしてフライドエッグ。やってしまった。卵が割れた。しゃんなしやね。本日購入、滋賀県限定堀西をかけていきます。滋賀限定堀西かけます。どういう味なんだろう。完成。パニーニということで、パニーニ完成しました。今日はこのパニーニに合わせてビワインというね、ワインを飲もうと思います。お、飲みやすそう。ではでは、乾杯。琵琶湖の恵みビワインでおゆちゃんの肝臓をうどんパン。いや、美味しい。さあ、パニーニかじります。肉うまっ。うまい、このワイン。ニンニクの素揚げがめちゃくちゃいい味してます。朝ごはんおはようございます。ちょっと食べちゃったけど、朝ごはんは昨日のバケットの残りで生ハムチーズサンドを作りました。コーヒーと一緒にいただきます。美味しい。滋賀県の旅ラストを飾るのは、キャンプで汚れた体を清めてくれるカレピッピの快活クラブくんに会いに行きました。久々の再会でも焚き火臭くても嫌な顔さずに迎えてくれるスーパーダーリン。
大満足の滋賀旅の次はいよいよ奈良県。その前に京都に寄り道をしてニューギアをお迎えする予定です。今日はダイハツスタート。日本一周中で忘れてたけどオイル交換と点検。愛知県には帰れないので奈良県の店舗を紹介してもらいました。タフトちゃん無事メンテ完了。遅くなっちゃったのでキャンプはお休み。奈良県民の癒しスポットで一晩過ごします。奈良県民なら知らない人はいないと言われている奈良健康ランドにやってまいりました。なかなか高いのでがっつり満喫してきます。ロッカーナンバー2222が空いてた。何かいいことあるかも。入場すると早速誘惑が。お風呂屋さんなのになぜかキャンプギアをたくさん発見。キャンプ好きはお風呂もサウナも好きだもんね。この真鍮キャップが欲しすぎて脳内欲しいものリストに入れちゃいました。サウナグッズもセンス良すぎてまたもや誘惑。脳内欲しリストに入れたけどお風呂上がったら売店閉まってたので散財あっち行けできました。大変いい湯でございました。館内は綺麗で広くてテントも発見。キャンパー心くすぐりまくる。せんべろ晩酌セット。選ばれたのはビールと唐揚げ。ではでは皆様ご一緒に。今日は酒散財しましょう。おじちゃんのおねどをおねちゃねろ。サウナ上がりのビールは五臓六腑に染み渡る。何のために生まれて何をして生きるのか。この瞬間のために生まれてきたのかも。ビールの美味しさをかみしめてると生まれてきたもう一つの意味。唐揚げさん登場。目視だけでビールが進む。唐揚げさんに最大の敬意を持って新しいお酒でお出迎え。唐揚げにはハイボールでしょう。唐揚げのトラウマ。会社人時代、唐揚げにレモンをかけて先輩に怒られたことを必ず思い出す。そんな酸っぱい思い出も唐揚げさんを引き立てるアクセント。唐揚げのカロリーも過去の失敗もハイボールで流そう。もしかしたら究極のデトックスメニューかも。お次はトラウマゼロのチャーシュー丼さん。いい思い出だけ作ってくれるお湯ちゃんを甘やかしてくれるやさお。そんなやさおには紹介したい人がいます。ハイボールちゃん。お湯ちゃんのお腹の中でデートしてもらいましょう。途中唐揚げさんの横連母もありながら最後は3人仲良くお湯ちゃんの胃袋で暮らしましたとさ。いい話だな。体の持ち主お湯さんには縁のないハッピーエンド。そんな妄想をしながら完食。ごちそうさまでした。外はまだ暗いです。雪降ってる。びっくりした。早朝車に戻ってパソコンを開いたら悲劇が。またしても緊急事態発生です。なんとパソコンがお亡くなりになってしまいました。充電をしてても全然電源がつかない状態になってしまいました。充電をさしてもここから先に進まなくて立ち上がらないっていう感じです。この Mac ももう8年とか7年とかの多分前のものになると思うので OS のアップデート自体ももう終了してて、そういうのもあって全く動画編集には使えないパソコンなので今スマホで編集をしているっていう感じです。ただ一応YouTube のアップロードの時の設定画面がパソコンがないとできなかったのでだまし使ってたんですが、ついにお亡くなりになってしまいました。ピエン。さっき売店で散財できなかったのはこのお告げだったのかも。急な出費は痛すぎるけどこの機会にちゃんと動画編集スペックがあるパソコン買います。後日ヤマトさんで営業所受け取り、旅の最中実家から衣替えセットを送ってもらったり、
Amazon 購入品を受け取ったり、お世話になりまくってるヤマトセンター止め、今回も助けられました。新しいパソコン開封していきます。じゃーん。出てきた。15万円の高級品です。あ、破っちゃった。すごーい。お、立ち上がった。今後はこれで YouTube 編集頑張ります。イエーイ。キャンプ。なんとかパソコン問題解決して、今日は奈良県でキャンプ。白川戸オートキャンプ場さんにやってきました。まずは受付をします。ここでまたしてもトラブル。なぜか音声が取れてない。途中で気づくまでは雑なアテレコでお届けします。薪たくさんおまけしちゃうよ。ありがとうございます。こんなにいいんですか？やったー。薪と一緒に軽トラで運んであげるよ。軽トラ最高。ふー。ちょっとこの感じでずっとやるのしんどいので、いつも通りのナレーションに戻します。本日のキャンプ地はここに決めた。こちらのキャンプ場はシャワーあり、洗濯機あり、水回りも綺麗で高規格なキャンプ場。今日のキャンプスタイルはワークマンテントと焼き鳥提灯。先日実家から持ってきた新しい旅の仲間、てれててってて、アイアンレッグ。ワニゾウさんから試供品でいただきました。16板2枚と合わせてテーブルになる優れもの。好きな長さの板と組み合わせられるので、自分のスタイルに合った使い方ができてめちゃめちゃおすすめです。お値段もお安い。もう一つギアをご紹介。DD ハンモックのアンダーブランケット。ハンモック用に買ったけど、テントスタイルでも使えたら万能と思い、寒い冬の日のキャンプでマットの上に敷布団として使ってます。これめちゃめちゃあったかかった。ということで、本日のキャンプサイト完成。焼き鳥提灯が出てるということは、今日のキャンプ飯バレバレですね。ではでは、焼き鳥屋さんオープンまで。3、2、1。パチパチパチ。電気つけると雰囲気出る。提灯と焚き火の赤色がエモくて優勝。舞台は整ったのでお待ちかねの乾杯タイム。今日は贅沢にドライ生。おゆちゃんの喉をいいよねじゃねえの。寒いけどうまい。なんかこのあたり頑張って喋ってるけど聞こえません。何言ってたんだろう。どなたか独身術できる人いたら教えてください。ここでやっと音声が戻ってきました。大好きなバトニングの音が入っててよかった。さあ、炭をね、焼き鳥なので熱々にしていきます。これからいい炭だ。さあ、今日は初めてのぬか漬けに挑戦したいと思います。食べれるのはね、1日後ですが、やってみよう。ナスとキュウリと人参をつけていきます。この袋の中身を出していきます。さあ、ぬか床をこっちに移したので、ここにキュウリを入れていきます。キュウリはヘタを取ります。人参は皮を剥いてヘタを取ります。おナスは縦半分に切ります。OK。さあ、ナスはヘタのまま、これと人参さんときゅうりさんを、野菜が隠れるようにだって。ちょっとぬか床が足りなくて野菜が隠れないかも。なんとか頑張って野菜を隠したいと思います。頑張れ。隠れるか。あ、隠れた。こんな感じで漬け込んでいきます。これは一晩から二晩なのでね、明日の朝、浅漬けで食べれそうです。ワクワクや。
さあ、焼き鳥の準備していきます。まずはこのもも肉を切って串打ちしていきます。さあ、串打ち中です。よいしょ。結構たくさんの量がある。食べきれるかな、一人で。ペロンチョコ。こんな感じ。これたくさん作っていきます。さあ、焼き鳥の串打ち完成。焼き鳥仕込み完成しました。もうなんか肉だらけみたいになっちゃったけど、ほとんど野菜口です。トマトとネギと鶏もも。やばい、こんなに一人で食べれるかな。では早速焼いていきます。ちょっと焦げてしまいましたが、焼き鳥がもうちょっとで完成します。めっちゃいい感じ。じっくりいい感じ。さあ、焼き鳥出来上がりました。まずは塩からいただきます。うまっ。うまい。焼き鳥完成しました。豚バラトマト。真っ黒ネギもキャンプの醍醐味。ちょっと苦かったけどウイスキーで流し込めばもう満タイ。皆さんは真似せずに焦げは取り除きましょう。大量にあった串も気づけば完食。自分の胃袋を見くびってました。明日の朝になったらこの焚き火みたいにお腹の脂肪も燃えてますように。翌朝もちゃっかり爆食。本日の朝ごはん、キムチ卵とじうどん。美味しそう。キャンプの後はお風呂。顔はめパネルの顔がはまってるやつ初めて見た。はめれないパネルや。すごい。顔はめパネルやりたかった。ぼっちで撮るのはハードル高すぎたので自重しました。おとなしくお風呂に入ってお昼ご飯は肉うどん。実はこの日うなぎお父さんが奈良に来てたので合流して2人でお昼ご飯を食べました。今時期だからね。お互い大した会話もなく無言でうどんをすすります。うなぎお父さんとあっさりバイバイして本日の上市道の駅吉野宿黒時に到着しました。この辺りはご飯屋さんがほとんどなくて山崎ショップさんに助けられました。閉店間際だったのでほかほか弁当は注文できなかったけどラスイチお弁当ゲット。晩酌用のお酒も買って車に引きこもり準備完了。店員さんが優しすぎてなんと250円引きにしてくれました。焼き鳥弁当。ささっと車内に目隠しをしました。250円の焼き鳥弁当食べていく。いただきます。とその前に今日は金麦です。乾杯。今日はしっぽり美容ねじゃねいろ。すせとししと焼き鳥うまっ。焚き火してキャンプ飯作って自然の音を聞いて眠るのも好きだけど車内でダラダラ過ごすのも同じぐらい好きなんだよな。今日は谷瀬吊り橋オートキャンプ場さんにやってきました。十津川沿いの綺麗な場所。山と山の谷にあるキャンプ場です。綺麗な炊事場もあります。お湯は出ません。お手洗いは簡易トイレが4つあります。冬季は自動販売機とか売店とか全部閉じてるみたいなので必要なものは買ってきた方がいいと思います。キャンプ場からキャンプ場に向かう間にスーパーがない。
おゆちゃんの体感ですが、日本一周してきた中でかなり買い出しに困ったエリアです。風がなければここの川辺のサイトもめちゃめちゃ綺麗でおすすめです。川の音がすごい素敵です。ただおゆちゃんはやっぱりこの林間サイトがお気に入りです。林間サイトを選んだのは深い理由があります。実はおゆちゃん本日ハンモックデビュー。遡ること数日前、滋賀から奈良に入る前に京都のとあるお店に寄り道、ずーっと欲しかったハンモックをついにゲットしたので、奈良を南下しながらハンモックデビューのキャンプ場を探していたのです。日本で唯一の DD ハンモック直営店、野遊び屋さんにやってきました。扉を開けて1階にはついつい欲しくなるキャンプギアがずらり。2階に上がると DD ハンモック専用フロアがあります。撮影許可をいただいたので早速店内を物色。めっちゃいっぱいあるハンモック。常にこんな品揃えってことでもないんですか？常にこれぐらいはあります。あるんですね。すごい。さすが直営店なだけあって品揃えが豊富。ただしどうしても欲しいカラーがある場合は事前に電話確認がおすすめ。声残ってても大丈夫です。大丈夫ですか？はい。わかりました。ありがとうございます。見てるとなんかいろいろ欲しくなる。これをシャーってやってもらったら、ここを先に上外して、そうですそうですそうです。このポール外して上外してこれをシャーっと持っていったらこうなりますよっていう感じですね。あとは端からこうやってぐるぐる巻いてもらうだけで、で真ん中でちょっとくくってもらって、で袋に入れてもらう。はい、わかりました。ありがとうございます。いや全然ですよ。いっぱいゲット。ついにハンモック購入してしまいました。54,000円なり。ドキドキ。本日のキャンプ地はここに決めた。平日なのでカンサルキャンプ。本日は初めてのハンモックデビュー。この木でやってみようと思います。風強い。一番最初なのでこの紐を通す必要があります。ポイント4。はじめにポイント4に本体を結びつけて本体に通します。新幕張る時の最大のストレス、説明書を見るというおゆちゃんが最も苦手な時間がやってきました。MBTI 診断 INFP の特徴、何でも直感でやるのが好き。途中で説明書をバイバイして何度もやり直ししながらもようやくセッティング完了。先に言っておきますが、初ハンモックはやや失敗。風が強すぎていろんなものが飛んでいき、設営開始から心折れまくってた。途中管理人さんも心配で見に来てくれて、今日は特に風が強いって。管理人さんとお話ししてる間にカメラが倒れた。満身創痍なおゆうちゃんですが、慣れれば設営超簡単の最強ハンモック。私が購入したのは DD フロントラインハンモックオリーブグリーン。蚊帳付きなので虫のストレスなく眠れる。2つ目がアンダーブランケット。下からの冷気を防いで暖かく過ごせる冬ハンモックの必需品。3つ目がウーピースリングス。ハンモックの高さ調整を劇的に簡単にするアイテム。4つ目がハンモックスリーブ。これがあると撤去がめちゃめちゃ楽になる。最後にハンモックストラップ。おゆちゃんはこれだけ DD の重戦ではなくチケットゥーザムーンナを持ってたのでそれを使ってます。意外とアイテムが多くて初設営はとにかく時間がかかったけど、なんとか設営完了。この後上にタープを張ろうと頑張りましたが、風強すぎて断念。2時間ぐらいかけてやっとこれだけ設営できた。心は完全に折れてますが、ハンモックでイライラすればさっきまでのストレスも忘れる。なんか外れた。まあいっか。さあ、風が強すぎたのでハンモックはやめて
テント張りました。寝るときね、風が止んでたらハンモックにしようと思うんですけど、ちょっと今タープも張れなかったので、一旦テントの中でご飯食べたり焚き火したりたいと思います。ということで、設営お疲れ様。もうめっちゃ難しいけどハンモックハマったらね、楽しそうなので、もっともっとやっていきたいと思います。乾杯。おゆちゃんの喉をリオネちゃんねうまい。今日はカンソロキャンプです。寝るときはハンモックに行くので、テントの下はこんな感じの設営になりました。おとついつけてたぬか床の漬物ちゃんが出来上がってると思うのでね、出していこうと思います。おー、いい感じ。絶対美味しい。これちょっとかじっちゃえ。めちゃくちゃしみしみで、お茶漬けにしたら美味しそう。人参とおなすび、なす。さあ、ぬか漬けができてました。切っていきます。じゃーん、特製ぬか漬き完成。ぬか漬けできました。早速食べてみましょう。きゅうり、うまっ。人参、2日間つけたので塩味が結構あって酒のあてにバッチリです。本日のキャンプ飯は豚もやしです。これを炒めて、今日はね、2つのキャンスパで味付けします。7代目小林と風塩。かけすぎた。もやし丼豪快に全部いきたい。しんなりするから。どうせ行きすぎた。いけるか炒めれるかな。ちょっともやし入れすぎたので減らしました。いい感じにできました。うまそう。豚もやしできました。ずっと食べてるけど、いただきます。うまっ。おはようございます。昨日はタープなしでハンモックで寝ました。めっちゃ寒かったですでもね、なんとか朝を迎えて今ストーブで暖をとってます。でもゆらゆら超気持ちいい。超いい感じです。ちょっとタープがなかったので寒かったんですけど、すごい良さそうです。ちゃんとタープ張れれば。今日は風もやみました。こんな感じで寒そうに見えるけど包み込まれてるので、寝袋使えばちゃんとあったかい。ただタープがないと風が抜けてくので顔が寒かった。気持ちいい。テントと違っていいところは、より外を感じれるところ。下からクマにつつかれたらどうしようとか考えたらちょっと怖くなったけど、そんな怖いことは起こらず、気づいたら朝が来てました。夏だったらテントより涼しいし、雨の日に水が染みたりしないし、ハンモック最強かも。タープから見える景色はこんな感じです。ゆらゆら気持ちいい。今日は風が少ないのでいい感じにゆらゆらしてますね、ハンモックちゃん。ではではお片付けもね、ハンモック一瞬で終わります。
個人的にハンモック優勝ポイントは朝露でほとんど濡れないこと。地面に接してないから乾かす時間が省けて撤去は本当に一瞬でした。貼り方ちょっと間違えてるし、時間かかりすぎて心折れかけて、昨日はハンモックくんと絶交したくなったけど、自分が悪かったことを認めて、これからもっとハンモックとの友情を育みたいと思います。人間関係でもこんな風に素直になれたら友達100人できるかな。でも結局100人も友達の顔覚えられなさそうなので、おゆちゃんは一人で生きていくことにします。完成。津川沿いを南下して奈良県から和歌山県に入る。前回に引き続きスーパーがない。今回も山崎ショップさんにお世話になります。田舎に行くと山崎ショップが多いのなんでなんだろう。必要最低限のお酒と食材を購入してキャンプ場に向かう。川沿いのドライブは気持ちいい。本日のキャンプ場、音無の里キャンプ&コテージさんにやってきました。こちらを選んだ理由はズバリ嬉しい温泉入り放題。入り口入ると早速薪がお出迎え。量り売りで1キロから買えるし、貧乏キャンパーに優しいお値段。受付とお風呂と売店が同じ建物にあって、販売品もレンタル品も豊富。忘れ物しても安心。受付済ましてそのままお風呂入り放題って最高かよ。川沿いでロケーション最高。この川は熊野川の支流四村川。透明度が高くて見てるだけでおゆちゃんの心も浄化される。浄化されすぎて某アニメの必殺技使えちゃいそう。ゴミステーションもあって、なんとテントサウナもあります。土日に開催してるみたいなので、今日はお休みでした。炊事場付きのオートサイトもあります。プラス500円で電源使えます。受付で鍵を受け取って電源サイトなのでポタ電の充電もバッチリです。今日はチートは使わずに必殺技で火起こしするぞ。成功率悪すぎる必殺技なので今まで出してこなかったけど今日はいけそうな気がする。必殺フェザースティック。取れちゃう。日本一周で修行してきたお湯さんの実力、果たして成功なるか。下手くそなフェザースティック。まだまだ修行が足りないようで、このままだと地球を守れないので真剣に再チャレンジ。できた。結構いい感じにできたね、さっきより。いい感じにフェザースティックできました。勘を取り戻したお湯さん、どんどん技を繰り広げていく。こんな感じ。ちょっとは上手くなった。たくさん。お次は朝ひもほぐし。こちらも簡単そうに見えて、過去のお湯ちゃんは何度もミスってます。モケモケ作ります。で、いよいよ着火。では最後にこちらで火をつけていきます。うまくいきますように。編集の力を借りて究極奥義一発着火をしようと思ったけど、古代表現はコンプラ違反になるのでありのままをお届けします。あった。ここからが問題。必殺技跳ね返されずにクリーンヒットなるか。これでモケモケを作ってからが問題。いつもラスボス倒す一歩手前で死ぬタイプなんで慎重に火を育てていく。頑張って作ったフェザースティックちゃんを育てた鶏食べるくらいの気持ちで火にくべていく。来世でまた会おうね。火起きました。パチ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 。いい感じの火になりました。ちょっとずつここから広葉樹を入れていきます。広葉樹を入れていきます。
これで火が安定するはず。今日は雨の予定がないので青空キャンプサイトです。ロケーションは最高です。ではではダブルでいただきます。乾杯。おゆちゃんの喉をリオネちゃねおやつの山崎ショップの大福食べます。おゆちゃんのコンビニ飯ランキング1位は揺るぎないセコマのカツ丼で2位以降不在でしたが、本日山崎ショップの豆大福が堂々の2位にランクイン。おめでとうございます。甘いの普段あんまり食べないけど、これは酒のあてにもちょうどいい甘さ。セコマも山崎ショップも近所にないからこそお湯にとっては旅飯。こういうのが一番幸せなんだよな。夜のためにお米をつけときます。このお米何度か紹介してるけど、1合ごとに小分けされた2000枚でパキッと折るだけで米が出せるので、ズボラなお湯ちゃんにもストレスなく使える。割高なのでファミリーにはあまり向かないけど、お湯ちゃんのようなめんどくさがりキャンパーには本当におすすめ。まだまだ寒いので湯たんぽを温めました。これめちゃくちゃお気に入り、あったかいですよ。であったかい。さあ、この間スーパーのなんか試食販売みたいなので買ったニラまんじゅうをやっと焼いていきます。ニラまんじゅう完成。めっちゃ美味しそう。ニラまんじゅう美味しそう。いただきます。うまっ。取れる。肉汁やば。このニラまんじゅうは5日前くらいにスーパーでノリのいいお兄さんから購入。コミュ障のお湯ちゃんはなるべく人と目を合わさずに生きてるんだけど、お兄さんの勢いにやられちゃいました。ハイボールが進む。おいしい。そのお兄さん、見た目はお兄さんなんだけど、言葉はおねえ口調でグイグイ。無視しようと思ったけど、なんか目が合っちゃって試食することに。初対面の人にあれだけ話せるの尊敬でしかないし、自分もこの人みたいに初対面でハートキャッチプリキュアできる人になりたいなとか考えて、気づいたらニラまんじゅう買ってた。見習いたい営業力。もちろんお兄さんの営業力だけじゃなくて、ニラまんじゅうのお味も美味しかったです。さあ、ご飯炊けました。今日はこれを焼きおにぎりさんにしていくので、混ぜていきますね。硬いかな。でもいい感じ。ちょっと味見。バッチリ。朝ごはん。おはようございます。今日もめっちゃいい天気です。イエイイエイ。余ってたナスでまたぬか漬けを作りました。これはラップに包んでいつでも食べれるように保存食にします。菜の花が安く手に入ったので湯がいてお醤油で食べます。今日の朝ごはん完成。焼きおにぎりとお漬物と菜の花とホットコーヒーです。めっちゃ美味しそう。ではではいただきます。まずはコーヒーから。うまい。プチトマトのお漬物。うまい。焼きおにぎりも最高。菜の花のおひたしもあります。ということで、チェックアウトはここに
鍵を入れて、ありがとうございました。夏の滝まであと少し。今日は観光デイ。和歌山に来たら外せない夏の滝を見に来ました。滝の落差133メートルで日本一の滝。滝自体がご神体でとても神聖な場所です。めちゃくちゃ涼しいというか寒いです。今日は天気が良かったので結構暖かい日だったんですけど、滝周辺すごい寒いです。すごい神聖な空気。おゆちゃんは日本一周前、神様をあまり信じてなかったのですが、日本一周をして山の中で過ごすことが増えて神様を信じるようになりました。すごい。山の中で人や動物以外の気配を感じたり、パワーをもらう時もあれば、自然に当てられてメンタルや体調不良になることもある。神様には願うものではなくて感謝するべきなんだろうなって考えるようになりました。ほとんどのことは自分の行動次第で良くも悪くもなるけど、天候や自然現象だけは人間の力ではどうにもならないから、余計に自然の中に神様の存在を信じたくなっちゃう。課金してより近くで滝を拝んできました。近くで見ると迫力がすごい。妄想で滝行をしただけで溺れかけました。滝を見てると自分が本当にちっぽけに感じて、そんなちっぽけな自分が悩んでる悩みなんてどうでもよくなってくる。これが熊野古道かな。これが三重県からつながってる。すごい。最後に魔除けのヤタガラスを買って次の目的地に向かいます。お次の目的地は本州最南端。岬って聞くとついつい行きたくなるのなんでだろう。途中何やら不思議な岩を発見。橋杭岩といってマグマと海水の浸食でできたダリの絵画みたいな不思議な景色。熱出した時の夢に出てきそう。これが自然の力でできるって神秘的。海岸沿いのドライブは気持ちいい。太平洋側は晴れの日が多くて空が広く感じる。本州最南端に到着。最南端といえば大荒れの襟裳岬の悪夢が思い出される。襟裳岬に近づくにつれて土砂降りがすごいです。飛んでる。そうです。打って変わってこちらは穏やかすぎる最南端。穏やか。おかげで最南端というトラウマ克服できました。最南端で持参したおにぎり食べます。いただきます。最南端で食べるおにぎりはキンキンでとっても寒いです。大島に入ります。日本一周してるからにはせっかくだし観光地も行っとくか的なやや義務感で観光地巡りを終え、串本大橋を使って和歌山で一番楽しみにしてた大島に入ります。南紀串本リゾート大島さんにやってきました。ということで次回は大島キャンプです。大島に入ります。前回本州最南端から串本大橋を渡って大島へ。本日のキャンプ場は南紀串本リゾート大島。チェックインを済まして早速キャンプ場散策。受付の横には売店があり、ある程度のものは揃います。カフェも併設されてます。今日は林間サイトに泊まる予定。林間サイト以外にもコテージと芝生のサイト、あとはグランピングもあります。芝生サイトもかなり奥行きがあって広いです。電源付きのサイトもあって、ハンモックがかけれるサイトもあります。大浴場はなんと一面海。最高のロケーションです。お風呂の後はドライヤー10分100円で使えます。1回200円の洗濯機と10分100円の乾燥機。林間サイトの炊事場
お湯も出ます。臨海サイトはこの奥にあります。秘密基地感満載。こちらが本日のキャンプ地。平日なので林間サイトはカンソロ。ハンモックリベンジするぞ。林間サイトも各サイトの横に車をつけられます。今日は1番のあたりに泊まってます。ハンモックリベンジ。なぜリベンジかというと、前回初めてのハンモックキャンプ、寒すぎてめちゃめちゃしんどかった。昨日はハンモックで寝ました。めっちゃ寒かったです。設営間違ってて途中落ちかけるし、風強すぎてタープも張れず、トラウマレベルで寒くてハンモックの隣にテントを張った前回のハンモックキャンプ。ということで、今回こそハンモックくんと仲良くなって新しいキャンプの扉開いてやる。前回はあんなに難しかったのに2回目のハンモック設営はめちゃめちゃ簡単でした。木にロープつけて、ロープに本体つけて、ポールぶっ刺したらほぼ完成。もやい結びを最近覚えました。ロープワークを制すものはハンモックを制す。もやい結びとトートラインヒッチを覚えたら劇的に楽になりました。これを輪っかに引っ掛けます。今日はハンモックを椅子代わりに焚き火もしたいから低めに設置。前回何かわからなくて捨てかけたゴミ紐もちゃんとつけたので頭上が広くなりました。ちょっと取れてませんでしたが、ここまで来ました。あとちょっと。前回諦めたタープは今回も大苦戦。DD タープは貼り方次第で折り紙みたいに無限のアレンジができる武骨アイテム。初心者のお湯ちゃんには正解がなくて逆に難しい。ハンモックスタイル完成。いい感じです。目の前には木陰の海が広がってます。ではでは初めてのハンモックおめでとうゆうちゃん。ハンモックから乾杯。若干タープミスってて頭上が窮屈そうですが、おゆちゃんの喉をリオネちゃんねろ。うまい。ちょっとね、タープとか貼り方合ってるかわかんないんですけど、一応今日はこれでやりたいと思います。お尻隠して頭隠さず、ハンモックの後ろに謎の広場ができるくらいに張った位置が後ろすぎた。その結果、前室ほぼなしの丸出しキャンプスタイルになってしまいました。タープって奥が深い。お風呂に入ります。設営後にお風呂入れるの最高。温まった体を焚き火でさらに温めます。夜の雰囲気もめっちゃいい感じです。ハンモックからの焚き火もいい感じです。あったかい。テントよりも包まれてるからかあったかい気がします。いつもより。新しいことを始めるのってめんどくさくて後回しにしちゃいがちだけど、始めた先にしかない幸せがあるんだよな。こりゃハマりますな。こりゃハマっちゃう。さあ、本日スーパーで 30% オフのつくね串と鶏皮を再炙りしていきます。賞味期限切れの焼き鳥温め直したのでいただきます。大丈夫かな。お腹痛くならないといいけど。昨日スーパーで割引の焼き鳥買ったの忘れてた。お腹は弱めのお湯ちゃんだけどポンポンペインせず無事でした。ハンモックのね、穴が開きそうで焚き火から離れてます。かす焼きそば完成しました。美味しそう。いただきます。うますぎ。熱々。焼きそばといえば黒霧のソーダ割り。乾杯。おはようございます。日の出見れるかな。あの辺からおそらく日の出が出ると思います。超夜型人間のお湯ちゃんにしては珍しく早起きしたのにハンモックでゆらゆらしてたら二度寝してた。
月目覚めた時には太陽ギンギンしてました。毎日言ってるけど明日こそは早起き頑張るぞ。めっちゃ気持ちいいハンモック。ハンモックで目覚める朝は明るすぎて起きた瞬間焦る。一瞬まだ夢の中かと思うくらいここはどこ状態で目覚めるので、合法で天国気分味わいたい人におすすめです。洗濯機待ちです。12時チェックアウトが嬉しい。洗濯機待ちの間に朝風呂と朝ごはんタイム。デズソーダゲット。顔面のむくみ具合からわかる通り、昨日飲みすぎ食べすぎたので朝ごはんはジュースだけ。美味しい。デトックスしてくれそうな青く澄んだ空の下と飲み物で昨日の暴飲暴食がゼロクリになりますように。そんな願いも虚しく、分厚い脂肪は蓄積されていくんだよな。朝のまったりタイムを終えて秘密基地に戻ってきました。ハンモックキャンプ2回目は無事大成功。喧嘩してたハンモックくんと仲直りできました。ではでは、レッツお片付け。今日は白浜方面に向かうため、途中の道の駅すさみでお昼。せっかく海沿いだし海鮮って思ってたのに売り切れ。海鮮の口から急遽インドの口に。カレーとお味噌汁というインドと日本の交換留学みたいなメニューにしました。皆さんはルーとご飯の比率上手に食べれるタイプですか？おゆちゃんは子供の頃はルーが足りなくなるタイプだったけど、大人になってから改善しようと意識しすぎた結果、ルーが余るようになりました。ルーが余るからご飯をおかわりする。私のわがままボディはカレーがルーツなのかも。来世は意識しなくてもルーをきれいに使い切れる大人の女性になりたいものですな。最後はやや残ったルーを吸い込んでごちそうさまでした。すさみ町ではイノブタっていうイノシシと豚のハーフが特産品なんだって。結婚おめでとう。和歌山県は名物がたくさん。みかんに桃に紀州梅、和歌山ラーメンにしらす丼。中でもおゆちゃんの大好物はめはり寿司。高菜の葉で巻いたおにぎりでコロッケお母さんの得意料理。今日のお酒のお供に買っていく。今日の受付はこちらのホテルだそうです。グランパスシー。こちらは和歌山の観光地白浜エリアになるキャンプ場。系列ホテルの温泉に割引で入れるのが嬉しい。一区画は小さめなので少人数キャンプがいいかも。水回りは綺麗で使いやすいし、トレーラーハウスもあるのでテントがなくても楽しめそう。今日は簡単にワークマンテントサクッと設営してちょっとお出かけ。白浜エリアは観光地がたくさん。せっかくなので千畳敷と白良浜へ。とはいえ観光は苦手なおゆちゃん。それぞれ滞在時間10秒爆速で観光してきました。観光してホテルの温泉入って今日のやることリスト完了。あとは乾杯するだけ。キャンプ場に戻るとちょうど日が沈むところでした。ではでは本日も一日お疲れ様でした。乾杯。おゆちゃんの喉をリオネジャネイロ。美味しい。本日のおつまみじゃーん、めはり寿司です。和歌山の名物。さっきちょっと実は2つつまみ食いしちゃったんですけど、いただきます。おいしい。間違えた。じゃーん、焼きニンニク作ったら黒ニンニクになっちゃいました。食べれるとこだけ食べていきます。ニンニクうまい。でもうまいけどもったいない。ほじくってね、この中を。うまい。さあ、シュワシュワの麦茶おかわりします。最高かよ。やっぱり冬も生がいいよね。また泡。朝ごはんはキャンプ場の自販機で買ったカップ麺。結局こういうのが幸せ。朝ごはんのキムチラーメン。卵入れました。朝ごはんのキムチラーメン。いただきます。朝からキムチラーメン。
べちゃいます。まずは卵を崩してキムチシャキシャキ、辛そう。辛っけどうまっ。辛い、うまい。飲んだ次の日の朝ごはんはラーメンすすりたくなる、これはお酒を分解するための栄養を体が欲してるから。ってことは飲んだ後のラーメンは健康食品なの？ Google 先生に聞いてみたところ、脳の一時的な錯覚らしい。脳と一緒に体も錯覚して食べた分だけ痩せればいいのに。とりあえずおゆちゃんはまだ栄養不足みたいなので、このキムチの中に昨日炊いてたご飯を入れておじやにします。美味しそう。美味しい。またもや脳がバグって体に必要以上のカロリー投入。体も心も満たされて健康体。ごちそうさまでした。お昼ご飯を食べに道の駅へ。こちらの道の駅、口熊野は熊野古道とつながってる。ここが熊野古道の入り口みたいです。熊野古道より食い気のおゆちゃんは店内へ。朝ラーしたことなんてすっかり忘れて、和歌山ラーメン着丼。いただきますます。メリークリスマス。カップラーメンと丼ラーメンは象とキリンぐらい別物。違う種類だけど動物園だとよく同じ檻にいる。カップラーメンと丼ラーメンもおゆちゃんの胃袋で共存できる。社会不適合なおゆちゃんもいつか誰かと共存してみたい。もし勤務先が動物園だったら草食動物たちと一緒に草食べて暮らしていくので、今のうちにカロリー摂取しておきます。ごちそうさまでした。そういえば和歌山に入ってから1回も雨が降ってない。日本で5番目に晴れの日が多い県なんだって。和歌山晴れキャンプラストは紀の川市の KPC さんへ行きます。和歌山旅は観光地とキャンプ場の配置がバランス良くて回りやすかった。カンソロキャンプ。薪は使い放題になってます。設備は必要最低限だけど綺麗なトイレがあって嬉しい。今日もハンモックスタイルです。当日予約だったのに快く受け入れていただいて大感謝。開拓中の武骨なキャンプ場。周りに明かりが一切ないので夜は真っ暗キャンプ。カンソロキャンプスタート。乾杯。寒くてもキンキン金麦でリオネジャネイロただいまの気温1度。めっちゃ寒いです。やばい。ハンモック耐えれるかな。焚き火はガンガン燃やしてますが、寒すぎてストーブが散りました。寒い、マジで。寒いのにキンキンの金麦飲んでます。寒すぎるので豚汁うどん食べます。静岡で買ってたげんこつを今から熱燗にしていただきます。寒すぎて豚汁うどんがキンキンに冷えたような気がしますが、でも大丈夫かな。あったかいかな。わかんないもん。手の感覚もないから。ではでは豚汁うどんいただきます。熱いかも。ぬるくて美味しい。気づけば3食連続で麺すすってる。もはやキャンプ系 YouTube やめて麺系 YouTube に転向しようか。そして熱燗もいただきます。これは温まる。めちゃくちゃうまっ。カップ麺がぬるいのかお湯の内臓が冷え切ってるのか、とにかくこんなにぬるい豚汁うどんは初めてで戸惑うけど、本気出す前からこのうまさはまるちゃんの企業努力すぎる。美味しかった。あとはスープをぬるいでも文句言わずに食べなさいおゆちゃん。震災の時とか水でカップ麺作るって言うし、これだけ美味しく食べれるなら夏場とか水カップ麺もありかも。ごちそうさまでした。卵とじうどん朝ごはんにいただきます。いただきます。うまっ。おゆちゃんまた麺すすってるよ。
動画で見てると気になるけど、この時の本人無自覚です。意識しないと4色面になる女。もう麺ちゃんに改名しようかな。麺で体力満々になったので気合い入れてお片付け。ハンモック3回目にもなると虚無撤去ゾーンに入ります。ここで虚無ってられない事件が。早速ハンモックに穴開けてしまいました。まあでも使えるからいっか。立ち直りの速さ宇宙一。ハンモックくんごめんね。穴が開いたところから避けてお尻が突き破れるまで使うよ。ハンモック買う予定のある方、焚き火のパチパチには気をつけましょう。マイカって子供の頃は良くない言葉だと思ってたけど、今は最強の言葉だと思ってる。この言葉叫んどけば大体ストレスなくなんとかなってる。会社員時代はこの精神でなんとか上司に怒られたけど、それすらもマイカって思う社会不適合なやつでした。人の迷惑にならない時だけマイカのおまじないを使いたいと思います。とりあえず今日はどこで眠ろうかな。今日寝るところも決まってない行き当たりばったりな旅だけど、まあいっか。数時間後にはまたどこかで爆睡してるであろう自分にワクワクしながら出発。今日から大阪入りのおゆちゃん。大阪は日本一キャンプ場が少ないんだって。とりあえず買い出しと実家から送ってもらった荷物を受け取って本日の寝床探し。大阪に今日から突入しました。道の駅で野菜たくさんゲット。マイブームのぬか漬けにします。たくさんゲット。お次は郵便局で荷物受け取り。皆さんからいただいた欲しいものリストの品々が届きました。ありがとうございます。ソロベースと着火、タオル、携帯トイレ、ダウンソックス、富士山カレー、青いカレーでウイスキーもいただきました。わら焼き用のわら。なんとキャンプ場に着いたのですが、冬季クローズだったため引き返します。やばい、日が暮れちゃう。キャンプ場って電話しても繋がらないことが多くて現地突撃したけどダメでした。すべては無計画なお湯が悪いということで当日予約可能な大初公園のキャンプ場へ。ここはあのキャンプメーカー DOD 運営のキャンプ場。めちゃめちゃ街中キャンプ場だから不安だけど、ここに貼ります。今日はおみゆのソロベース EX を貼っていくよ。ちょっと重い。スカート付きだと。大通り沿いの大阪の街中、本当にここキャンプしていいのっていうレベルで普通の公園。24時間誰でも出入りできるからドキュンに襲われないかビクビクしながら過ごした。でもサイト代払っちゃったし、星リスでいただいたテントの初張りしたいし、気合でキャンプ。布1枚ソロベース EX くんに守ってもらうしかない。真っ暗ですがなんとか晴れました。おゆちゃんを守ってくれる寝床完成。怖い気持ちはお酒で吹き飛ばす。なんとか設営完了。超街中キャンプ場です。ではでは乾杯。おゆちゃんの喉をリオネジャネイロ。公園で飲んでる変なやつがいるって通報されませんように。うまい。さあ、さつま揚げをつまみに焚き火で炙っていきます。こんがりしていきたい。さつま揚げ温まりました。うまっ。ハイボールで最高。じいじにもらったウイスキーが1本目まもなくなくなりますので全部飲みます。ちょっと濃いかも。じいじさんありがとうございました。ソーダ水を。ではでは乾杯。うまい。おはようございます。山奥より怖かったキャンプも明けない夜はない。朝は地元のお母さんたちの太極拳の音楽で目覚めました。
朝ごはんにコーヒーとカレーいただきます。 BOD のカフェで食事が注文できるのは嬉しい。乾杯。うまい。もう真夏ぐらい暑いです。まだ2月なのに激熱。カレーも美味しそうだ。カレーライスめっちゃ美味しそう。いただきます。うまっ。キャンプは不完全燃焼だけどカレーが美味しくてご機嫌なおゆちゃんなのです。キャンプの後はサウナ、ザ・下町銭湯なお風呂屋さんがリニューアルして今時になった辰巳温泉さんにやってきました。住宅街に突如現れる規模の割に情報量多めのテーマパーク。近所だったら週2で通いたい。昔憧れてたサウナ友達がこういうところに通えばできるんだろうな。約束せずともサウナの中で会ってビール一杯引っ掛けて帰る。コミュ障のおゆちゃんは人と約束するのは苦手だけど、そんなフランクな関係にはいつだって憧れてる。そんな小さな夢もおゆちゃんにとっては大きな壁。だからこの年でも独身街道を貫いてるんだろうな。一人じゃないよ、僕がついてるよ。友達いなさすぎて親友のオロポくんの幻聴が聞こえてきた。妄想の世界だったら友達100人ぐらいいるんだけどな。人混み苦手なぼっちキャンパー、いつもだったら避けて通る繁華街にやってきました。普段自然の中にいるからカラフルな街が余計に眩しい。元祖串カツっていう文字がいっぱいあります。全部元祖。大阪来たら食べとかなきゃ。串カツ求めて新世界へ。どこもかしこも元祖。元祖とはのツッコミはしまって串カツおじさんのだるまへ。二度漬け禁止やで。今時なスマホ注文二度漬け禁止やでのソースは有料だったので迷わず課金。今日もドライゼロくんにお世話になります。ノンアルでも美味しい企業努力に頭が下がる。ではでは皆様ご一緒に。おゆちゃんの喉をリオネじゃねえの。ごはん。串カツといえばキャベツ。常に野菜不足なのでここで1日分の野菜を摂取したい。野菜が高騰している中キャベツ無料はありがたすぎる。大阪って優しい街だよな。キャンプ場は少ないけど貯金が尽きたらその辺でキャンプ生活も悪くないかも。キャベツゾーンに入ったところで本日の主役登場。衣でおしゃれした野菜もお肉も大好きなんだよな。ソースの海で泳がしてガブリ。サンドイッチマンの伊達さんが言ってた。揚げ物は高温の油で揚げられてるから熱でカロリーが飛んで実質ゼロカロリーなんだって。ドライゼロもカロリーゼロだからキャベツのカロリーだけで今日一日過ごすの大丈夫かな。ただカロリーを摂取するために存在しているというカロリーメイト。常にカロリーオーバーなおゆちゃんからしたら謎の存在だったけど、こういう時に食べるのか。揚げ物カロリーゼロ理論を信じて帰りにカロリーメイト買っていきたいと思います。ところで皆さんは串カツの具で何が好きですか？私はダントツで紅生姜。今回も10本中4本紅生姜。キャンプで紅生姜串大量に作って思う存分食べたいのに、この大きい紅生姜ってどこに売ってるの？串カツ屋さんの陰謀かと思うほどスーパーで見かけないので、売ってるとこ知ってる方情報提供お願いします。色が白いから海苔以外ゼロカロリーのおにぎりで締めてごちそうさまでした。大阪の都会を満喫した後はやっぱり落ち着くキャンプ場へ。ゴリラさんが出迎えてくれる。ここは豊野のゴリラフィールド。なんだかこのイケメンと前世で出会ってる気がする。大阪ではキャンプ旅満喫できないかもなんて言ってごめんなさい。市内から50分程度の距離にさっきまでの賑やかさからは想像できない武骨なキャンプ場。スタッフの皆さんの手作りで作ってるんだって。今日は林間サイトに宿泊。林間サイト以外にフリーサイトもあります。受付終わっていざ設営と思ったところでまさかの土砂降り。雨と風が超強くてやばいです。キャンプあるある突然の雨。初めての雨ハンモック。大変なのは分かってるけど引くに引けないので設営開始。とりあえずタープだけ晴れたので今からハンモック張っていきます。タープの下でポツポツ雨の音聞くのって癒される。おゆちゃんは雨キャンプ推進派なんだけど、それでも設営の時は死ぬほどめんどくさい。こんな時はいつも体だけキャンプ場に残して意識は宇宙に行ってます。嘘くさい YouTube の宇宙ライブ見てる時ぐらい雨設営は気をむってる。もうね、自分の設営動画見直してると本当に無駄な動きが多いなって感じるので、効率とか一切考えてない結果だな。でもこういう何も考えてない時にいやいやが浮かんだりする。小さいことだけど雨をしのぐためのロープ1本足したりとか。ということで設営完了。今日は目隠しスタイルでタープを張りました。な
中こんな感じです。相変わらず一泊と思えない荷物量。ロープ1本足したおかげで雨漏りせず過ごせました。テントを張らなくても結構なプライベート空間になってます。リスナーさんからいただきました青い富士山カレーを作ってゆく。お米炊けました。ここにカレーをかけていきます。じゃーん、富士山カレーの完成。やばい、これは本当にどんな味なんだろう。ではでは青いカレーいただきます。脳がバグー色してるけど、果たしてお味は？めっちゃ普通のカレーだ。味はちゃんとカレーです。思ったよりちゃんとカレー。でもおゆちゃんの笑顔消えてない？うまい。ネギネギありがとう。美味しいです。青いカレー。いただき物だから本音は言えず、顔に笑顔貼り付けて食べます。青いカレーのお供に金麦。乾杯。青いカレーと青い金麦でおゆちゃんの胃袋を乾杯。うまい。目をつぶって閉じたら普通のカレー。青色って食欲が一番なくなる色らしい。食事は目でも楽しみたい派のおゆちゃんはだんだんと箸が進まなくなる。やっぱりカレーは茶色に限りますな。カレーは青いものっていう世界線で生まれてたら受け入れられてたと思う。最後の一口。青いカレー完食しました。ごちそうさまでした。流し台とお手洗い。部活な雰囲気のキャンプ場なのに水回りが綺麗で嬉しい。シャワーを済ませて晩酌。雨がやばい。せっかくシャワー浴びたのに外出た瞬間泥んこ。それでも風呂キャンセルせずほぼ毎日入るおゆちゃんを誰か褒めて。宴じゃということで乾杯。青い食べ物キャンセル界隈のおゆちゃんでも金麦の青色だけは食欲を上げるらしい。うまい。昨日漬け込んだぬか漬けがいい感じにできてます。菜の花、あときゅうりと人参、浅漬けをてんこ盛り入れました。まずは菜の花からシャキシャキ。うまい。そしてきゅうりちゃん、これまた酒が進む。人参さん、そして今日の晩ご飯はなんと串カツパーティーです。串打ちしました。これをね揚げていきます。朝だるまで串揚げ食べたのに夜もまた串揚げ。おゆちゃんあるある。無意識に同じメニュー続いちゃうのなんでなんだろう。おはようございます。朝ごはんは昨日の残りの串揚げ作っていきます。キャンプの朝は必然的に晩ご飯の残り物。揚げ物の音は焚き火の音と同じぐらい癒される。串カツ完成。ソースをつけてレンコン、おねぎ、雨もすっかり止んで撤去日和。今回分かったのは雨ハンモックは意外と楽。雨漏りもしなかったし、設営さえ終わっちゃえばタープの下は超快適。浮いてるから泥んこにならなくて撤去はかなり早く終わった。あとはもっと軽量にしたいので、いつか断捨離キャンプしたいと思います。めっちゃすごい。一人ですか？入ってるの？入ってるって言ったら怒られる。最後は子供ギャン泣きのイケメンゴリラと遊んで大阪キャンプ満喫しました。大阪からどのルートで回るかなかなか決めきれなかったけど、明石海峡大橋を渡って淡路島経由で四国に入るルートに決めました。このルートが吉と出るか京と出るか、旅を進めてみないとわからない。計画性ゼロのおゆちゃんは先のことを考えるより今日を楽しむことで精一杯。道中おしゃれなカフェを発見。カフェカランコロンさん。
寄り道ばっかするからなかなか目的地に着かないんだよな。コーヒー豆とアイスコーヒーゲット。今日は一瞬県またいで京都のルルケ温泉さんにやってきました。そういえば今年の流行語になったキャンセル界隈、風呂に入らない風呂キャンセル界隈っていう人たちが一定数いるらしい。髪乾かすのめんどくさいし、旅中はお風呂探すとこから始まる。私も風呂キャンしようかなって悩み日あるけど、でも一人旅なので万が一カメムシのように自分の臭さで気絶しても助けてくれる人がいないので、なんとか自分を奮い立たせて風呂キャンセル界隈をキャンセル界隈してる毎日です。本日のキャンプ地は豊野にある冒険の森の瀬。ジップラインや本格アスレチックも楽しめるここはファミリー人気が高いみたいだけど、林間サイトは静かでソロキャンプにもおすすめ。恒例の水回りチェック。昔友達を誘ってキャンプした時に水回りがあまりにも汚くて友達を膀胱炎にさせてしまったことがあるので、それ以降キャンプ場を探してなるべく気にするようにしてます。ここは大丈夫そうですね。炊事場はここの真ん中の蛇口だけお湯が出るのでありがたい。元は川の水を引っ張ってるので飲むことはできません。駐車場がめっちゃ遠かったです。荷物はこれだけで今日キャンプします。オートサイトもあるけど、おゆちゃんはハンモックしたかったので歩いて入る林間サイトへ。本当はこのリュックだけでキャンプしたかったけど、荷物多い系キャンパー。まだまだ修行が足りなかった。逆に片道7分ぐらいの距離をこの量の荷物1回で運べたのすごすぎる。重すぎて危うく片腕天津飯になるとこでした。撮影で私が一番苦手なのがタープ。正方形の布1枚いろんな貼り方ができるから便利だけど、正解がなくて逆にゴールになかなかたどり着けない。折り紙界隈で一番難しい死神を初めて折った人も最初はこんな気持ちだったのかな。最初から死神目指して折り始めたのか、折っていくうちに死神になったのか気になるところです。もし後者ならおゆちゃんにもいつかタープを死神型に貼れちゃう未来が残されてるかも。今はまだ基本のつるくらいしか折れないおゆちゃんにしては結構いい感じにラインが決まりました。荷物減らすため今日は巻きがハンマー。小さいものから減らして目指せ軽量キャンパー。なんとかタープ完成。お次はハンモック。ハンモックといえば先日実家で両親とご飯食べた時になんでその話になったか思い出せないんですけど、うちの父うなぎが昔の話してる時に、お前がまだ赤ちゃんでハンモックで寝てた時って言ってて、私赤ちゃんの時ハンモックで寝てたのっていう衝撃事実に驚いたとともに、キャンプの英才教育受けてたんだなって喜んでたの。それで母コロッケにどんなハンモックだったのって聞こうと思って話したら、ハンモックじゃなくてバスケットのことだったらしく、うなぎの言い間違いというオチでした。間違える方も信じる方もポンコツすぎて親子だなって思った。そんなしょうもないことでゲラゲラ笑ったハンモックエピソード話してるうちにハンモック貼り終えました。本日のお昼ご飯、マルタイラーメンカップ。初めて見た。いただきます。マルタイラーメンいただきます。ずるずる止まらない。マルタイラーメンの好きなところはズバリすすりやすいところ。引っかからずに一口ですすれると気持ちいい。すする文化がある日本に生まれてよかった。最後はスープの海に溺れて、ごちそうさまでした。夜は焚き火をしながら買ってきたお惣菜と日本酒でしっぽりタイム。お惣菜のささみカツを焚き火で炙って食べます。半額のお惣菜も焚き火でいぶせば最高の酒のあて。もうちょっとかな。こんなんいただきます。赤い。こんな手抜きご飯でもキャンプなら特別感。本日ニセコの日本酒クラビタ酒を飲みます。乾杯。おゆちゃんの喉をリオネジャネイロ。北海道から温存してた隠し酒なだけあってめっちゃ飲みやすい。てかめっちゃ美味しい。甘くて美味しい。辛口好きだけどこれは飲めます。おはようございます。起きたら土砂降りの雨。朝ごはんは鍋焼きうどん。ここでトラブル。なんでかこの後動画に音声が入ってない。原因不明のこの現象にずっと悩まされてます。
ずるずる ASMR をお聞かせできないのが残念だけど、鍋焼きうどんは美味しい。スーパーでよく見る100円鍋焼きうどん。上級国民以外は誰しも必ず一度は食べたことあるであろう日本人の国民飯。一人暮らししてた時にお金がなくて毎晩100ロの鍋焼きうどん食べてたら、野菜不足すぎて口内炎が大量にできたので、それ以降は野菜を足して食べるようにしてます。愛知県民のおゆちゃんはお味噌を溶いて即席味噌煮込みうどんにして食べるのも好き。洗い物が出なくてアレンジの幅が広いから、ズボラキャンプ飯にもってこいなんだよな。朝ごはんの後は地獄の土砂降り撤去。雨設営より雨撤去の方が地獄。雨の時はとにかくイメトレが大事。片付け始める前になるべく無駄に濡れないよう頭の中でシミュレーションして一気に無心で片付ける。唯一の救いは水はけが良かったこと。段取りよく撤去できて一安心。食べ物とお酒と薪が減ったので行きよりは荷物が減ったけど、片道7分の距離を思うと憂鬱。ここも音声が取れてないけど、何か真剣な眼差しで切実に訴えてます。困った顔しても誰も助けてくれる人はいないので、水たまりとお友達になって駐車場に戻りました。神戸を抜けて明石海峡大橋を渡り淡路島入り。この日は淡路島サービスエリアで一休み。明日は雨が上がりますように。なんとか雨が上がった。キャンプ場の前にお風呂に入りにユープルへ。リーズブルなのに設備が充実してて、地元の人にも観光客にも人気の温泉でした。この日は高台から海が見える淡路島アウトドアビレッジついキャンプ場さんにやってきました。瀬戸内海が見下ろせるキャンプ場です。本日のキャンプサイト、淡路島から海一望できる。雨降りそうだったからサクッと設営完了。今日はソロベース EX 前幕付きにしました。薪ストーブめんどくさいけどどうしようかな、悩み中。今日の寝床完成。結局薪ストーブインストールしました。雨が降ったらテントに引きこもって薪ストーブで温まりながらゴロゴロ YouTube を見る。手を伸ばせば酒もつまみもあるし、実はテントの中は究極のインドアなんだよな。今日はこのカマンベールチーズを作ってアヒージョを作っていきたいと思います。はい、出来上がったのがこちらです。カマンベールがもう奥底に隠れてしまってなんだかよくわからないものになりましたが、これを今から火にかけていきます。本日ジョッキハイボールです。昼から飲める背徳感。乾杯。うまい。アヒージョいただきます。見た目は終わってるけど、果たしてお味は？うまい。ブロッコリーチーズ。アヒージョという失敗しようのない料理、さすがのお家ちゃんでも美味しくできました。ハイボールの後は夜な夜なエールで乾杯。泡がやばい。泡立てにいってる勢いのドバドバ。でもこれが意外といい感じに。ぴったりです。ということで夜な夜なエールで乾杯。おゆちゃんの喉をリオネじゃねろ。炭酸って体にいいらしいから、ビールの泡も健康食のはず。うまい。今日は森のキャンプサイトの横の見晴らしのいいフリーサイトにテントを張りました。こちらは車乗り入れ OK の区画サイトです。一番見晴らしのいい見晴らしサイト。こちらがフリーサイト。駐車場に車を止めてテントを張ることができます。雨の日でも安心、ガレージの中でキャンプできるところと、今回おゆちゃんが泊まったのがフリーサイトです。めちゃめちゃ景色のいい場所でした。そしてここのフリーサイトからこの森の中を抜けていくと、じゃーん、林間サイトです。ここもねかなり良さそうだったので、また来るタイミングがあったらここに泊まってみたいなと思いました。売店も充実してます。24時間購入可能。シャワー室とお手洗いもめちゃめちゃ綺麗です。シャワー室、ドライヤーもついてます。無料で使えます。洗面も綺麗です。今日は充電サイトを予約していて、ここから引くか、もしくは充電だけだったらここでもいいよっていうことだったので、ここで充電させてもらってます。外は雨だけど中はあったかい。
ということでビール飲んでゆく。乾杯。雨にも負けず、リオネジャネイロ。雨が降ってきたので今宵はテントに引きこもります。この空間はもはやインドア、実家くらい落ち着く。薪ストーブが超嬉しい季節です。薪ストーブあったけー。あわあわ淡路島産のたまたま玉ねぎがホイル焼きできました。多分美味しそう。めちゃくちゃパカーン。味付けはお醤油と鶏にしでいきたいと思います。多分美味しいと思う。これ半分お醤油半分鶏にしで。鶏にしかけすぎなのは突っ込まないでください。ではではあわあわたまたまいただきます。うまっ。あわあわたまたまのお供にウイスキー。シェラカップになみなみハイボール。淡路島産の玉ねぎは本当に甘くてウイスキーがよく合う。うまい。玉ねぎ一玉で胃袋満たされるコスパカルパのいい夜。深夜頭が冷たくて目覚める。どうやら前幕の隙間から雨漏りしてるらしい。群幕テントは屋根が浸水しやすいのでここも危ないかも。地面もでっかい水たまり。雨音の騒音よりもテント浸水の危機よりも眠気が勝って気づけば朝が来てた。おはようございます。びしょ濡れコットと寝袋、昨日の大雨も相まって朝起きるとだいたいこんな感じのお部屋テント内となっております。雨が止んでキャンプ日和になりました。おはようございます。今日の朝ごはんは真っ黒けっけのたい焼きです。真っ黒たい焼きを食べます。あちち真っ黒になってしまいましたが、たい焼きとコーヒーいただきます。おいしい。黒いものばっかな朝ごはんの後はお片付け。面倒なので今日は魔法でお片付けしました。ウィンガーディアムレビオーサ。薪ストーブくんバイバーイ。3、2、1。はい、お片付け完了。淡路島ラストは渦の丘大鳴門橋記念館にやってきました。瀬戸内海を一望できる人気の観光スポット。でっかい玉ねぎ越しの瀬戸内海は脳がバグる景色で好き。ただぼっちのお湯ちゃんには過酷すぎるほど周りはキャッキャワイワイ。一人ぼっちで悪目立ちしてるんじゃないかと被害妄想が止まらないので、トイレの渦の100倍の威力を持つナルトの大渦を学びながらトイレに行ってる友人を待ってるふりしてやり過ごしました。いつまで待ってもトイレから帰ってくる友人はいないので仕方なくぼっちお昼ご飯。人気の淡路島オニオンビーフバーガー。ぼっちにありがたい目の前海のカウンター席。私だけぼっちという現実から目を背けさせてくれる瀬戸内海に包まれながらいただきます。メリークリスマス。あわあわたまたまのオニオンリング美味しい。こっちのハンバーガーにも玉ねぎたっぷり。具が溢れてくるので初デートで食べるのは難易度マックスのメニューです。今日はスキピのハイボールくんは一緒じゃないのでおゆちゃんは気にせずかぶりつく。ごちそうさまでした。本日もご視聴ありがとうございました。そして昨日はぼっち忘年会キャンプの YouTube 配信見に来てくださった皆様本当にありがとうございました。仕事納めに同僚と飲みに行くとかないおゆちゃん、忘年会も安定のぼっちでしたが、皆さんがライブ配信でコメントをくれて寂しくなかったです。配信中ウイスキー5種の飲み比べをしてまさかのベロベロに酔っ払うという失態を見せてしまいましたが、皆さん温かく見守ってくれてありがとうございます。2024年は大好きなお酒とキャンプに囲まれてとっても幸せな1年でした。これも応援してくれる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。来年は趣味の範囲を超えてもっとたくさんの人に見てもらえるようなチャンネルになるように頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。素敵な年末年始をお過ごしください。そしてみんなにとって幸せな2025年が訪れますように。キャンプレベルも YouTuber レベルもまだまだ底辺な私ですが、これからもくすっと笑える動画をお届けできるよう頑張りますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではでは、バイバイチー。